源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画では、源氏物語の原文の後に一語一語の現代語訳が流れます。重要古語にはアンダーラインが引いてありますので、よく照らし合わせて単語や文法をマスターしましょう。さらに、イラスト訳と合わせて読むことで状況理解ができ、古文で最難関の主語の確認もスムーズに行えるようになります。それでは、イラスト訳本編のスタートです。第2条母木木の後半部分です。光源氏は既婚者のうつせみに夜ばをかけ一夜を過ごします。再び会うことが難しい状況の中、光源氏は何とか機会を作ろうとうつせみの弟である小君を召します。小君に事情を話し、うつせみに手紙を送りましたが、小君が源氏の元に召される時になっても、うつせみは返事を書こうとしませんでした。では、この後どうなっていくのでしょうか。行ってみましょう。日の神、月心に、このママ母のありさまを新しきものに思いて。推奨しありけば。この子をもてかしずきて。いてありく。君、召し寄せて。昨日、町倉ししを。なお、愛思うまじきなんめり、と演じたまえば。顔、打ちあかめていたり。いずら、とのたもうに。しかしか、と申すに。誘拐なのことや。あさまし、とて。またも、たまえり。あこはしらじな。その伊予の沖縄よりは、先に見し人ぞ。されど、頼もしげなく、首細しとて。ふつつかなる、後ろ見、設けて。かく、侮りたもうなんめり。さりとも、あこは、我が子にてお、あれよ。この、頼もし人は、行く先、短かりなん、と、のたまえば。
さもや、ありけん。意味近りけることかな、と思える。お菓子とおぼす。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は、なの識別についてです。なに棒線が引かれて識別を問われた場合、これほどたくさんの種類があることをまず知っておきましょう。ただ、英単のなや禁止のするなは現代でも使うので、文脈判断でわかる場合が多いと思います。今回出てきたのは、あこはしらじなのなです。英単のなは文末に接続するため、禁止の助動詞と文法的には区別しにくいですが、現代にも使うので、なんとなくでもわかりますよね。次に、このようななんめりが出てきました。これは、断定の助動詞の連体形なるが、発音便なんとなって表記されない形です。なめりについては、別の動画でもご説明をしています。大学入試でよく出てくるのが、このなむという形です。今回は、脅威の形助詞のぬの未線形です。ナムの識別も入試品質ですが、必ずなの前の活用形を確認するようにしましょう。さらに、このような表現も出てきていましたよね。誘拐なとは形容詞誘拐なしの語感です。形容詞の語感用法については、また別の動画でお話をしたいと思います。さあ、今回も第2条母記義からの動画でした。第1条きりつぼおよびあまよの品定めについては再生リストを作ってありますので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新をしています。よかったら日々の受験勉強のサポートとしてお使いください。それではまた。